ソゴソしてます。なんか匂い嗅ぎました。はい、今日は結婚記念日でして、はい、今から私たちが結婚式を挙げた教会、札幌の景色がこうわって広がって見えるすごい絶景が広がるところなんだけど、6年ぶりにちょっと訪問して思い出にしたろうかなと。楽しみだね。あ、こっちで受ける。あ、ミスター私たちが結婚式を挙げたのは北海道でね、かなり有名なローズガーデンクライスト教会っていうところなんですけど、山の上にあるんだよね、で本当本州から式挙げに来る人もいるぐらいらしくて、私とケンが式挙げた日さ、確か7組式挙げてたんだけど、披露宴ではなくて、披露宴は多分1日2組ぐらいしかできないから、その挙式だけを挙げに来てた人が7組ぐらいいたらしいんだけど、そのうちの3組は道外の人ですって言ってたんだよね、確か。記憶力すごいねそれぐらい人気の式場なんですけど、ちょっとそこにね久々に行きます。で、思い出を振り返り、夜はちょっとディナーを食べに行こうと思いまして、予定ではフレンチ、まだ店を決めていないという。てか今日なんか時間空くと思わなかったから、ギリギリまで予定立ててなかったんだよね、でもやっぱり時間空いて行けるってなって、急遽結婚式の日巡りになりました。中入れんのかね。今日結婚記念日なんです、ここであげたんですって言ったら入れてくれそうじゃない、多分うちらが式挙げた時に担当してくれた人とかはもう6年も前だからいるのかなと、ちなみに結婚6周年で今日から7年目か。あっという間だね。披露宴会場もさ、めちゃめちゃ良かったじゃん、それもなんか見せたくない、庭も、ただその披露宴会場、めちゃくちゃいいロケーションなのに、1年に1度の大雨あれ、この話多分何回かしてるんだけど。何回もしてるよ。なんか前後1週間さ、雨降ってなかった、その日だけ大雨。ガーデン付きの結婚式場で、そのガーデンでバーベキューをやるっていうのがメインなんだよね、そこのね。なのにうちらは使えなかったっていう、いつも通りの。その時はいつも通りとかって分かってなかった悲劇の始まりみたいな確かにあの時はまだ気づいてなかった。あれが始まりだわ。ちょっと高級住宅地みたいな感じ。東京でいう白金みたいな。行ったことないけど懐かしい。眺め超いいよ今日。いや、素敵だね。挙式あるっぽくない？挙式あったら入れなさそうじゃない？確かに。到着しました。ローズガーデンクライスト教会。おしゃれだ。あー、おしゃれおしゃれ。いいね。景色がいいのよ、これ。ここでなんか風船飛ばす人もいるんだよね。ドローン飛ばしたりね。その風船と一緒にさ、うちらはテラスにすら出れなかったけど。そうね、式場のチャペルの方からブワって開けて、テラスみたいなところに出れて、噴水とかあんじゃなかった？あったあった、でそこで、こう集合写真とか撮るのが、魅力、ここの、そのテラスの扉は一度も開かずに今日はちょっと式があるみたいなので、また今度だね、中は。なんかさ、当日すごい緊張してて、あんまり建物じっくり見れてなかった、何回か打ち合わせで来てるけど、その時もなんかバタバタしてて、落ち着かなかったよね。素敵だね。もう一回結婚式やりたいね。思ってんの？ケン思ってんの？10年後にもう一回やるって言ってたじゃん。ちょっと恥ずかしいか。別に2人だけでやればいいじゃん。2人だけで愛を誓う
癒されたんか。うん。さっきなんか喋ろうとしなかった。牧師さんの話。あ、そうだ。神様が一生分のその涙を流してくれてるみたいなことをそう牧師さんが言ってて、大雨がね、うちらのそうあなたたちの代わりに流してくれてる涙だみたいなことを言ってて、だから結婚式の日に雨が降る夫婦は幸せなんだみたいなことをうん言って、それで一気にうちらのがっかり具合はチャラになったんだよね。嬉しかったね、あの言葉。一生忘れないよね、ああいうことあると。もう一回やるか。結婚式小規模でやりたいね。そうね、ガーデンやりたくない。焼肉、バーベキューやりたい。バーベキューやりたいだけ。ホタテとカキ今だったら貝尽くしにするのにね、あの時はあんまり貝言ってなかったからね。そうね。今からすぐ近くにある挙式、ここは挙式あげたところで披露宴やったところにもちらっと寄ろうかなと。いるかな、担当してくれた人。いや、どうだろうね。でも普通に出勤なんじゃないの、毎日。到着しました。ちらっと見たりできんのかな。到着です。行きますか。懐かしい。ジャルダン・ドゥ・ボヌール。今見てもめっちゃおしゃれやな。今あげるとしてもここでやりたい。確かに思い出すな。泣きそうになってくる。なんか分からんけど。何泣きそうになるの。直近聞いてきて。撮影許可待ちです。Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here weather. Let's get lost together. 相変わらずおしゃれですね。可愛いね。それができなかった場合。うわめちゃめちゃいいな。しまって大丈夫。リハーサルのために使うやつなので全然大丈夫です。いいですか。うわやば。これは鳥肌立つ。これやりたかった。これやりたいね。こっちもいいな。Let's go chase that postcard. Wish you were here with her. Let's get lost together. Cause if we don't, I know that I won't even last another year. ラッピングもせずになんか間に合わなかったらどうぞ。いいんですか。ぜひぜひ飲んでください。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。いや入れたね。素晴らしいね、やっぱり。神対応。もう神対応。なんか最後ね、結婚記念日の思い出ツアーしてたんですっていう話をしたら、もしよかったらってシャンパンいただいちゃいました。これはいやもう何から何まで本当に素晴らしい。感動したね。結局うちらの担当だった方は今年の3月にちょうど寿退社されたそうで、そう会えなかったんだけど、でもその時にちょっと関わりのあったスタッフの方々にお会いできて、もうすごいもうキラキラしてて素敵だった。ちょっとなんか身が引き締まったわ。どういうこと？もう一回あげようとしてる？なんかみんながキラキラしすぎて、ガーデン挙式もう一回やりたいかも。さっき見たけどもう半端ない。めっちゃいい感じ。平日のさ、もう本当に平日の絶対婚礼入らない日とかにさ、小さくやるってなったらいくらぐらいなんだろうね。ちょっとね聞きたいかも。その夢叶えたいかも。なんで剣、女の人がもう一回ドレス着たいの分かるけど、なんで剣をやりたいの？何したいの？剣はバーベキューしただけでしょ、庭で。いるのかな、2回やった人。いや、なんかモデルさんとかはさ、たまにいない芸能人とかでさ、なんか私が7年前に結婚式した時に10年後にもう一回やりたいと思ったのは、なんか当時私がめちゃくちゃ好きだったモデルさんがやってたのさ、なんか、10周年の結婚パーティーみたいな、だからやりたいって思ったんだけど、あんまやんないだろうね。それは芸能人みたいな人だからやっただけで。また来年も来よう。今日あげる人最高だね。木漏れ日がいい感じだった。よかったね、晴れてね。よかった。おめでとうございます。じゃあ
一旦帰ります。高いか、ディナーなんか幸せな気分味わった後にディナーってすごいいい流れだと思う。ディナーの店はまだ決まっておりません。本当はイタリアンかフレンチにしようと思ったんだけど、予約するのが遅すぎて全然空いてなくて、うん、素敵なところ、行きたかったところ全部全滅で、焼肉。いやでもめちゃめちゃうまそうな焼肉屋さん、結果良かった、いつもはなんか近所の安い焼肉だけど、ん今日はちょっとだけ良さそうな焼肉屋さんに行きます。ここ？ここだ。雰囲気いいね。美味しそう。ね、お腹すいた。死ぬ。結婚7年目に突入。ありがとうございました。ありがとうございました。そして7年目もよろしくお願いします。こちらモルツです。すいません。でも神谷はモルツ。一品目ユッケだって。めちゃくちゃ美味しそう。この卵めっちゃオレンジなんだけど。高いやつや。私がケンの誕生日に買ったなんか4つで300円ぐらいする卵より全然。いや全然色味が違う。うわ、見て君。そんな卵食べたことないよ。ほら。海苔で巻くのがまたいいね。うわ、これ。うい。めっちゃうまい。うわ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 、やばいってこれ。うわ、贅沢。うわうわ、乗せすぎた。まあいいか。うん。いただきます。チャレリサラダでございます。ありがとうございます。美味しいね。レバーから食べてみる。なんか一番レバーがうまいって言ってたけど、見るからにうまそう。うわ、いや、うわ、上に何かかってんだろう。なんだろうね。何嬉しいの。ケン。あ、やばい。うわ、早いね、結構。でもこれね、やっぱしっかり焼かなきゃダメなんだって。言ってたね。レバ刺しのように食いたいけどね。ダメだ。見た目半端ないよ。めっちゃうまそう。プリプリ。どううまいの。この顔マジでうまい顔だ。めっちゃうまいぞ。一口の方がいいと思う。感動。甘っ。ごま油塩にめっちゃ合う。なんか本気出してる。なんか見るよね、テレビでこういうの。うわ焼きすぎ注意だって。ね、さっとでいいってさ。うわ、おお。もういいんじゃないケン、これ。半分に切った方がいいかはい、もういいです。な。いいですか。もういいです。もういいです。やって食べていいよ。食べていいよ。ケン。じゃあ俺入れる？いいよ。入れて。うわ。なんかめっちゃうまい。うまいよ。あれ？こんなに美味しい焼肉初めてかも。こんなに。これやばいねめちゃめちゃうまい。変なホルモン出てる。この辺からブワーってきた。うますぎて。うまいね。うん今ケンが急にプレモルやっぱ全然味違うねって言い始めて。違うわ。香る。でこの間確かキリンかな、なんかどっかのお店で飲んでてさ、クラシックだと思い込んでて、あれこれキリンだよって言ったら、あ、キリンじゃないか、さすがにそんな違うやつではないか。クラシックだと思ってたけど、なんかあったよね。黒ラベルだったのかな。グラスがね、クラシックって書いてあった。た。なのに中身は違った。そう。
したら全然気づかなかっ分かんなくてケンがでやっぱクラシックうめえなんだよって言っててた店員さんに聞いたら「あこれ黒ラベルです」今日たまたまクラシック切れてて言うなよ。味わかんないんでしょ。プレモルはわかるわさすがに。どうするそれプレモルじゃなかったさっき店員さん言ってたから。和牛肉寿司キャビアです。これがキャビアですか？これはコースに入ってませんがケンが追加で注文しましたケンは初キャビアでキャビアっていくらなんだろう？わかんないケイタも頼めないの？私ちょっとお腹いっぱいだから食べなさい。いいの？ケイタ食うか？いいから食べなさい。いただきます。どう？初キャビア。キャビアより普通にこの肉がめちゃめちゃうまい。キャビアの味もする？キャビアもうなくなっちゃっ飲んだんじゃないのケン。噛んだのかいちゃんと。た。もうなんか気づいたらいなくなってた。味わって。うまそう。ちょっと食べてみて。冷麺が大好き。もうやばいよ。何がやばいよ。好きすぎて。ケイタ。ここのはめっちゃうまそう。ちょっと女子向けみたいな、素敵な冷麺。ご飯食べ終わりまして、すすきのの近くの中島公園に来ました。カモの鳴き声なのかなこれは。すごい不気味な鳴き声。なんで不気味とか言うのケン。かわいいでしょ。なんで好きなの？カモだよ。これカエルじゃないよね。カエルはだってゲロゲロでしょ。これはグワグワでしょ。ガーガー。毎年6月にさカモのヒナが生まれてさ、うん。親ガモの後ろに7匹ぐらいチビカモがさかわいいねあれ。毎年わざわざここに見に来てたのにさ、うん。今年見に来るの忘れてた。仕事帰りにわざわざここまでチャリで来て、うんでチャリ止めて、うん。そのカモの行進を1時間ぐらい見てから帰ってたのだからどうせケンまだ残業で帰ってこないしみたいな感じで、うんうん、今年すっかり忘れてたの8月になっちゃった。ゴソゴソしてます今。なんか匂い嗅ぎましたでこの間さ民泊の撮影の時にさケンなんか脱いだズボンみたいなやつあ、そうそう。匂い嗅いでるところ見られたんだよね、そう見られた。スタッフの人に、うん。ちょっと恥ずかしかった。当たり前でしょ。あ、何？これ綺麗。結婚記念日おめでとう。ありがとう。かわいい。こうでしょ。めっちゃおしゃれ。結構いろいろ吟味してる。どこでこんなおしゃれな花束売ってんの？綺麗でしょ。めっちゃおしゃれ。うん。センスいい。これは毎年あげてるバラでしょ。うん。ひまわり？これなかったんだよもともと。これだけだったんだけど、これ俺で、これケイ。なんでケンが？私はなんか。ケイとひまわりでもいいよ。いやでもケンの方がひまわりだと思う。どっちでもいい。いおしゃれ。これカエルじゃないよね。や、カエルじゃないでしめっちゃかわょ。いい。周りのなんかこのふさふさっていうか。これが僕でこれが妻なんですって言ったの。そこまで言ってないけど、もう一つなんか目立つものを置きたいですっていう。このなんかグレーのラッピングもめっちゃおしゃれだね。ありがとうケン。ケンは毎年バラくれんだよね。ちなみにあれ言ったっけ？前言ったよね。プロポーズの時は108本のバラだったんだよね。嬉しいよね。もうないじゃんそんな時しかバラの花束もらえること。この後ろの建物、私のお母さんが結婚式の披露宴やったとこ。結婚記念日の動画って初めてじゃない？やったことあったっけ？誕生日はあったけどさ、結婚記念日動画はないんじゃないかもね。ない？ね、記念日っぽいことできてよかった。来年はフレンチかな？次回はもっと事前に予約します、ね、友達にいや今日結婚記念日だからディナー行くんだけどどっかいいフレンチかイタリアン知らないって言ったらいやケイトこう言っちゃ悪いけど
フレンチとかって仕入れの問題あるからほとんど前日までの予約だと思うけどちょっと無計画な昼間夫婦です、そういうとこある。でもいや焼肉がめちゃくちゃコスパ良くて、めっちゃコスパいい。あそこなんよかった。普段うちらが行く焼肉屋さんってもうほんと1人 2,3000 円だから、今日行った焼肉屋は5,000円のコースでも飲み放題ついて5,000円だから、実質3,000円ぐらいってことじゃん、お肉とか、めっちゃコスパ良くて、なんかクオリティのお肉って多分8,000とか9,000円ぐらいするコースでもいいんじゃないかなってぐらい美味しかったんだよね。まあ、店はかなりカジュアルな感じだったけど、なんかもうコスパがいいことが何よりの満足度の結構7年目も平和にやっていきます。次はケイトの誕生。何やりたい？温泉動画。温泉行きたい。県が行かしてくんないからね。温泉行くならキャンプ行った方がいいよ県が。ついに温泉お祝いするかも。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。島は家で待ってます。まさかのカエルだったカモじゃなかったか。私がさっきから微笑ましくニコニコしてたやつ全部カエルだった。マッサージの人がカエル大好きだったっていう話したっけ？してない。なんか前回のキャンプでなんかカエルいたみたいなことを私が言った動画を流したら、そのマッサージ行った時にケイトちゃんこの間の動画見たけどさ、なんかカエルのこと気持ち悪いみたいに言ってたよねって言われてあ、言いましたけどどうしましたって言ったら、私カエル大好きなのカエルのこと悪く言わないで、本当に可愛いから本当に可愛いカエル見たことあるって言ってすごいカエルのいいところみたいなのめっちゃ言われたらだんだんカエル可愛いって思えてきて、その後にいろいろ調べてたらカエル可愛いなと思ってきたからいいんだけど、カモだと思ってたからさ終わりです。おやすみなさい。